今回の名品探しの旅はカーハートデトロイトジャケット。カーハートデトロイトジャケット使用1週間での購入した背景、素材、作り、コーデなどをご紹介。まだ購入して1週間のため自分にとって名品となるかはまだ定かではありませんが、自身がこれまで購入していないアイテムでも世に名品と謳われるものはたくさん存在しています。そのため名品探しの旅の中の一つとして世界中の名品を少しずつ購入してご紹介する中で、買ったからこそ分かる情報を皆様にお伝えすることで皆様のお買い物に貢献できればと思います。あなたに寄り添う名品がある。僕の名品百科事典マイマスターピースエンサイクロペディア。今回ご紹介するのはカーハートデトロイトジャケット。購入したものは M サイズで、公式ではデトロイトジャケットリジットと記載があるもの。カーハートは1889年にハミルトン・カーハート&カンパニーとしてアメリカ合衆国はミシガン州デトロイトで創業された企業。創業期はいろいろ苦労したらしく、その中で Honest value for an honest dollar をモットーにした高品質なワークウェアで躍進。その後拡大を続ける中で第一次世界大戦から第二次世界大戦などにかけて米軍ユニフォームを提供していたそう。創業者であるハミルトン・カーハート氏による名言、 Merchandise that is honestly made to give service will create a lasting friendship。 奉仕することを目的として誠実に製造した製品は永続する友情を築き上げるなど、英語公式サイトに歴史が記載されているので興味がございましたらぜひご覧ください。そんなカーハートでは今回ご紹介するデトロイトジャケットの他にもアクティブジャケット、ダブルニーパンツ、チョアコートなどの数々の名品があります。また今回ご案内するアイテムはカーハート WIP というカーハートワークインプログレスというデザインやシルエットなどをモダンにしたヨーロッパ発のラインから出ているアイテム。このデトロイトジャケットは調べたところによると1954年にこのジャケットに相当するリッキージャケッツやガレージジャケッツというジッパー開閉で2つのポケットがあるなどのアイテムがあり、1998年までこのジャケットはデトロイトジャケットと呼ばれていなかったらしい。そんな歴史あるジャケットであり、現在古着では過去モデルのものが高騰中。そんなデトロイトジャケットですが、なぜこのモデルを購入したのかをご説明する中で、現在販売されている新品のデトロイトジャケットの違いについて簡単に触れたいと思います。今デトロイトジャケットを新品で購入しようと思うと大きく分けて3タイプあります。自身も購入するときにディティールに違いがあるけどどれがどれって思ったのでご参考いただければと思います。その3タイプはデトロイトジャケット OG、 デトロイトジャケットリジットディアボーンキャンバス、デトロイトジャケットエイジドディアボーンキャンバス。それぞれの違いは、デトロイトジャケット OG は内側ライナーがキルティング、フロントのジッパーがシングル。他デトロイトジャケットと比較してショート丈&ワイド、オーガニックコットン仕様。デトロイトジャケットリジットディアボーンキャンバスは内側ライナーはブランケット、フロントのライナーがダブルジッパーで上下開閉が可能。デトロイトジャケットエイジドディアボーンキャンバス、内側ライナーはブランケット、フロントのジッパーがシングル。その中で購入したモデルはデトロイトジャケットリジットのダブルジッパーのモデル。理由は現在出ているモデルの中で最もクラシックなモデルが欲しかったこととこのダブルジッパー、この2つが主な理由。デトロイトジャケット OG の名称はネット上で見る限り販売店舗さんによって
この OG をつけるかつけないかという名称が異なるかもしれませんが、基本的には OG とついているので見分けやすいかと思います。自身と同様ダブルジッパーモデルが欲しいのだという方、見分けがちょっと大変です。型番で見るという定番パターンもありますが、この型番を全ての店舗さんが情報で出していることもないので、基本はメイン写真の目で見て確認するしかないという状況でございました。このダブルジッパーのモデルとなると、このメインの大きな引き手とは別にもう一つ小さい引き手がついている、これが目印となります。これに行き着いたのは良かったですが、ここから探すのが大変で、購入するまで目が痛いなんていうことになることとなりました。個人的な背景ですが、カーハートというと若い頃にストリートっていうイメージでアクティブジャケットを購入したことがありましたが、この時代の中で誰かにあげてしまったか紛失してしまったかといったものがあり、そこから近年数年前から海外、特にアメリカ人の友人たちがこぞってカーハートを着用していることを目にして、ステューシーなどとともに最近着ている人が多いという印象があったこともあり、今回購入に至ったという次第です。その他近年堺とのコラボもありましたが、長年の歴史といったところからジョニー・デップが着用していたとか、映画インターステラーでマシュー・マコノヒーが着用していたといったものから、カニエ・ウエストが着用していたり、ハリー・ポッターシリーズのロン役の方が着用しているなどといった著名人が着用していたモデルとしてもゆえんのあるモデルです。そんな歴史のあるカーハートデトロイトジャケット、次は新品の硬さのあるもののディティールをご紹介していきたいと思います。ディティール、素材、デザイン&機能性、メンテナンス、着心地、パーツの5点に分けて順番にディティールをご紹介していきたいと思います。素材、公式の説明や各サイトでは12オンスのディアボーンキャンバスを使用との記載があります。このディアボーンキャンバスとはという部分についてご説明したいなと思います。日本語では文献がなく、英語文献を確認したところ、高密度に折ったキャンバス地でカーハートのヘッドクォーターのあるミシガン州のディアボーンになぞらえた名称となっているそう。このデトロイトジャケットは12オンスと公式に記載があり、オンス違いによって異なると思いますが、自身が保有しているエンジニアドガーメンツのダックキャンバス12オンスと比較すると、最初からある程度の柔らかさはあるように感じます。もちろん柔らかい素材と比較すると硬いですが、エンジニアドガーメンツのダックキャンバスのベッドフォードジャケットは長年愛用していて何度も洗濯していますが、それでもまだ硬いといった印象です。しかしこのデトロイトジャケットは硬さこそあれどしなやかさのある硬さといったものが言葉にすると適切な印象。ちなみに12オンスの厚みはジーンズデニムの12オンスを思い浮かべていただけると分かりやすいかと思います。ちなみに同じキャンバス生地のものというふうに考えると LLB のトートは24オンスなので、あれの半分ぐらい。これがどんどん経年変化して味のある感じになってくるのかなと思いながら着てみようと思います。内側のブランケットの柄はザッツカーハートの柄。個人的にはこれがどれぐらいの厚みでどれぐらい暖かいのだろうっていうのが購入前に気になっていたポイント。これこそ文献がなくどれぐらいの厚みなのかもわからないのですが、あくまでも触った感じ、フロント生地のキャンバスよりは厚みはありますが、ブランケット、そう毛布と言われると毛布のような感じではなく、感覚値としては寝るシャツの厚いものといった感じがしっくりきそうな感じです。袖の方はおそらくとしか言いようがありませんが、 OG と記載のあるデトロイトジャケットのライナーに使われているものと同じようなキルティングが使用されています。パーツは後ほどパーツの部分にてご案内します。デザイン&機能性。デザインは言わずもがなの歴史が作り上げてきたデザインで、過敏なデザインはなく、
どちらかというと機能性で残ったものがこのジャケットになったという感じがする作りになっているように見えます。そのためポケットが多かったりデザイン要素が入っていたりという要素は見当たらない印象。そんなデザインを改めて上から順に見ていくと、襟はコーデュロイの細畝。襟の幅は8センチでシャツの大きめな襟と同じぐらいのもの。ただし本アイテムはジャケットなので公式のアイテム写真と比較しても見たままのそのままの大きさといった印象。ダブルジッパー。購入したアイテムはブラックのアイテムだからか使われているジッパーも引き手もガンメタリックな色味で統一してあります。このジッパーは最初だからかちょっと固めの印象。胸ポケット。開口部は約10センチで写真で見るよりも小さめの印象。またジッパーのついた開口部のため革財布などをお持ちの方はこちらよりもインナーポケットの方が良いかも。自身は財布を入れようと試してみましたが革に傷がつきそうな感じがしたので、どちらかというとここには今だと大きくはないスマートフォンや鍵などを入れる用途に使うと良いかなっていうふうに思っています。フロントのポケット2つ。こちらは何か物を入れるというよりは手を温める用のハンドウォーマーポケットとして使うものらしい。確かに物を入れるような角度ではないのでそれ以外の用途はない潔さがあります。袖にはスナップボタンで通常の袖と1段階締める袖とで2段階調整ができるようになっています。まだ1週間時点でありますが、この袖の周りにあるステッチ、これが地味に効いていて、このステッチが斜めに入っているため、この袖のスナップボタンを開けたままにするときや腕部分を動かすときに袖全体が動かずにこの部分のみが稼働するような作りとなっていて、さすがワークウェアとうなるばかり。勘違いかもしれないですけどね。裾にも同じようにスナップボタンがついており、裾の開き具合を通常はストレートになっているシルエットを防寒用に狭めることが可能となっています。裏側。表のジップポケットの裏側にマジックテープ一点止めの大きなポケットがついています。財布やスマートフォンを両方とも入れても十分なぐらいの深いポケットなので、バッグなどを持たない場合はこちらに収納すると良さそう。全体的なシルエットはショートだけのカバーオールといった具合な印象。寸法を見たところ、本アイテムよりも OG と入ったデトロイトジャケットの方がよりショートだけっぽい印象ですが、着た感じは本アイテムはショートだけっていう感じはしないはず。購入したのは M サイズですが、こんな感じで見た目的にはマッチョに見えてしまうシルエット。過去のジョニー・デップ氏やインターステラーのマシュー・マコノヒー氏を見ると、サイズを小さめに着用していて、もっとシルエットが体に沿った感じがしますが、この購入したデトロイトジャケットがああいった具合になっていくのかどうかは、今後も時折変化が現れたタイミングにてご紹介したいなというふうに思っています。メンテナンスについては、本アイテムは常温での洗濯機洗いが可能です。ただしタンブル乾燥機は使用 NG となっているため、自然乾燥となると洗濯表示タグに記載があります。そこはアメリカのワークウェアならではの楽さがあるかなといったところです。洗濯表示タグ以外で言うと2点。1点目は黒を購入したからというものがありますが、素材のテクスチャー上ホコリなどが付着しやすい印象。言い方は難しいですが、出自から考えるに綺麗に着るアイテムでもなさそうな気がしますが、その他持っているアイテムなどとの組み合わせから考えると、使用する前にブラシでさっとホコリなどを取り除くといったことはマストなのかなといった印象。2点目は内側のブランケットのライナー。古着で出ているものなどの写真を見る限り、ここに毛玉が出やすいのかもしれないという推測があり、これも洗濯するたびに
ブラシで伸ばすといったことなどでメンテナンスしていこうかなというふうにも考えています。それ以外は先ほども申し上げました通り、歴史が立証しているタフなワークウェアのため、さほど気にせずガンガン使えそうです。着心地 M サイズを購入しましたが、これは本流な着方をされる方はあまりご参考されない方が良いかもしれないです。というのも、先ほどのジョニー・デップ氏やマシュー・マコノヒー氏もそうですが、このジャケットは本来は T シャツの上にピタッと着るものらしいですので、自分自身としてはライナーもついているので、この日本の冬のいろんな気温などという風に考えて、ちょっと下心で T シャツやシャツにもう1枚セーターやダウンベストなどを着込んでも大丈夫なサイズ感にしたいなと思ってこちらを購入しました。身長171センチ、体重65キロで M サイズ着用でこんな感じ。中に T シャツやシャツ1枚を着るでも OK ですし、中にセーターやインナーダウンを挟んでみましたが、問題ない着心地でした。まだ硬さのあるジャケットなので、この後変化が見られると思いますが、洗った後も含めて後日レポートしたいと思います。パーツは主に3点ご案内したいと思います。まず1点目がフロントジッパー。メインのジッパー引き手にはカーハートの文字が入っており、ダブルジッパーのもう一つには YKK の名称が入っています。このジッパーもまた購入してから時間が経ってないせいか多少固め。ダブルジッパーとしての上下両方開けのようなスタイルも可能です。2点目が胸ポケットのジッパー。ジッパー単体もですが、周りのキャンバス自体も硬いので、最初めちゃくちゃ開けづらかったので、埋もれる形じゃない方にジッパーを向けるようにしておかないと、とっさに開けようとした時にすぐに開けづらいといったものがありました。それか開けっぱなしにするというのも一つの手かもしれません。最後が地味な部分ですが、首の根元にあるホックパーツ。このホック部分なんてことはないのですが、購入前にいろいろ見ていた時に本物か偽物かを見極める上で、これも一つの要素となるんだとかという記事もありました。今回購入したのは ZOZO タウンにある正規代理店の店舗だったので問題はありませんが、古着で購入される場合などはタグなどを含めてこういったディティールを確認する必要があるという記事をたくさん見かけたのでご案内をいたしました。スタイル、コーディネート、まだこう着ようというのは固まってはいないのですが、このデトロイトジャケットの着こなしを調べ上げた上で、スタンダードな着方から通常のきれいめスタイルまで含めた6パターンをこんな感じで着てみようかなと思っているというのをご案内したいと思います。このジャケットといったらT シャツをインナーに合わせたコーディネートとはいえ、ワンサイズ大きめで着ていることもあるので、インナーの T シャツも L サイズで少し大きめに。デニムはユニクロ U のワイドフィットテーパードデニムで、ワイドだけどすっきりしたものを合わせて、シューズにはボリュームのあるパラブーツ、シャンボードを合わせたスタイル。T シャツとシャツのレイヤードと合わせたスタイル。デニムとシューズは先ほどと同じ、ぴったりではないカーハートデトロイトジャケットだからこそというインナーにレイヤードを持ってくるスタイルもシンプルなこのジャケットだから合わせやすそう。昔だとワークスタイルかストリートスタイルの合わせ方以外だと NG みたいな空気感はあった気はしますが、これだけ一般的な感じだといけそうな気も。ジャケット自体思っていたよりも暖かいジャケットですが、バブアーの時と同様首元にタートルも合わせやすそう。先ほどまでのスタイルと異なってワイドなボトムスを合わせたのがこちら。このようにボトムスがワイドでも両方いけそうなのが確認できてよかった。冬のド定番スタイルであるニットにシャツ、そしてデニムを組み合わせたパターン。真冬はここに何か挟まないと寒そうだけど、かなりの寒さまでこれでいけてしまいそう。そして
個人的よくする合わせ方なので、こういったスタイルまで合わせられるのは嬉しい。きれいめなアメカジスタイルに合わせたコーディネート。デトロイトジャケット自体ワークウェアですが、近年きれいめな服装として世の中に紹介されているように感じつつあるので、こうしたコーデに合わせても大丈夫そう、いや大丈夫な世の中だと思いたい。ラストはよりきれいめにダウンベストも含めて、かなり寒い時期までカバーできてしまいそうなコーデ。そう、これはカーハートデトロイトジャケットじゃなくても良さそうではとの声も聞こえてきそうですが、これがバブアーではなくカーハートというのがなんだか言葉になりませんが、新しい気が。いや、そう思いたいだけかも。カーハートデトロイトジャケット購入1週間での状態と、自身が買う上でいろいろ考えたものをご共有したく本動画を作成いたしました。なんだかもはや歴史的観点からも名品の匂いはしますが、いやちゃんとみっちり使用したものでないとというふうにも思うので、これからみっちり使っていく上で途中経過や名品と思ったかどうかを含めて引き続きご案内していきたいと思います。最後に購入したこのカーハート WIP デトロイトジャケットリジット M サイズの寸法は、肩幅46センチ、身幅54センチ、着丈68.5センチ、袖丈63.5センチ。ちなみに1週間着用してみて、ちょうどこの時期らしい気温である最高気温18度最低気温11度ぐらいから最高気温12度最低気温9度などの気温で着用してみて、インナーに合わせるもの、例えばダウンベストやセーターなどで気温調整しやすく、また硬さはあるとはいえども稼働はしやすい作りになっており、快適な着心地でした。ちょっとポケットのどこに何を入れるかっていうのが定まっていない1週間だったので、どうしようかなっていうのが毎回ありましたが、これも収まりつつあるため、そう考えると歴史が作り上げてきたデザインはやはり使いやすいのだななんて思った次第です。重要なことなのでもう一度言及しますが、このダブルジップモデルをお探しの方は、アイテム写真を見る際にこのダブルジッパーの下の引き手がついているかどうか、こちらを確認することをお忘れなく。こういった形で自分にとっての名品をご紹介する中で、そのアイテムの良さを深掘りしてお伝えしつつ、自分がこれまで散財してきた中から名品にかけるお金を最適化できるように情報をお伝えしていきたいと思います。少しでもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価も、アイテムを買う時と同じようにポチッとして応援していただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。